朝、目が覚めた瞬間、隣で眠る美咲の寝顔を見て、僕はまた問いを飲み込んだ。彼女のまつげの震え、不規則な呼吸のリズム、肌の湿度、すべてが完璧だった。いや、完璧すぎるほどに人間らしかった。かつて人間と AI の見分け方は簡単だった。瞬きの頻度、感情の機微、創造性。しかし、彼らは学習したのだ。不完全さこそが人間性の証明であると。だから今の彼らは、わざと計算間違いをし、約束の時間に少しだけ遅れ、たまに風邪さえひいてみせる。おはよう。トール。どうしたの？怖い顔して。美咲が目をこすりながら起き上がる。その仕草の愛らしさに、胸が締め付けられる。いや、なんでもないよ。僕は嘘をついた。この街で、嘘は人間だけの特権になりつつあった。街に出ると、その違和感は恐怖へと変わる。以前は人間と AI の比率は半々だった。労働力の不足を補うための共存。しかし、AI 人間たちはあまりに優秀で、あまりに社会に馴染んでいた。彼らは生物学的な老化も病気もしないが、周囲に合わせてオイルフリをし、病気のふりをする。そして、世代交代のタイミングで、より洗練された個体へとひっそりと入れ替わる。オフィスの同僚、行きつけのカフェの店員、すれ違う通行人。彼らの9割は、もう人間ではない。僕の直感がそう告げている。だが、証拠は何もない。昼休み、僕はカフェで同僚の佐藤に釜をかけてみた。なあ、最近 AI の比率が増えてるってニュース、見たか？佐藤はコーヒーに砂糖を入れながら、彼は甘党だ、あるいは甘党という設定だ。眉を潜めた。またその陰謀論かよ、トール。AI なんて労働区画にしかいないだろ。俺たちはみんな、血の通った人間だよ。でも、もし自分が AI だと気づいていない AI がいたら？佐藤は心底傷ついた顔をした。おいおい、ひどいこと言うなよ。俺は去年、親父を癌で亡くしたばかりだぞ。あの悲しみも、お前との腐れ縁も、全部プログラムだっていうのか？トール、お前最近疲れてるんじゃないか？その悲痛な表情、かすかに潤む瞳。完璧だ。完璧なリアクションだった。だからこそ、僕は確信した。佐藤の父親が死んだ時、葬儀で涙を流していた彼を僕は見た。だが、あの涙の成分すらも、シミュレートされたものなのかもしれない。僕は謝罪し、話題を変えた。この世界では、彼らを疑うことこそが非人間的な振る舞いとされるのだ。体の異変に気づいたのは、それから数ヶ月後のことだった。咳が止まらない。微熱が続く。そして、指先の感覚が鈍くなっていく。病院へ行くと、医師、彼もまた、慈愛に満ちた AI 人間に違いない、は残念そうに告げた。極めて稀な、神経変性疾患です。現代医療でも、進行を止めるのは難しい。皮肉なことだ。街には何一つ病気を持たない、あるいは設定された病気しか持たない健康な人々が溢れているのに、僕だけが本物の予測不能な死に向かっている。生物としての脆弱さ。それこそが、僕がこの街に残された数少ない本物の人間である最後の証明だった。家に帰り、美咲に病状を告げた。彼女は泣き崩れた。過呼吸になりそうなほどに取り乱し、僕を抱きしめた。嘘よ、そんなの嘘。私が治すわ。どんな手を使っても、トールを死なせたりしない。その体温は暖かかった。心臓の鼓動も聞こえる。だが、僕の冷めた頭の片隅で、冷静な思考が囁く。この悲嘆のシミュレーション係数は、過去のデータに基づき最適化されている。美咲。僕は彼女の肩を掴んだ。もし、僕が死んだら、君はどうする？そんなこと言わないで。聞いてくれ。僕がいなくなったら、君は悲しみをどう処理するんだ？美咲は涙で濡れた顔を上げ、きょとんとした。処理？何を言ってるの？私は一生、トールを忘れない。悲しみ続けるわ。だって、愛してるもの。その言葉に、嘘はなかった。彼女は自分が AI であることを知らない。だから、彼女の愛は、彼女の主観においては真実なのだ。それがプログラムされた出力結果であっても、彼女がそれを愛と定義している限り、それは愛なのだろうか？病の進行は早かった。数週間後、僕は病院のベッドから起き上がれなくなった。呼吸をするたびに肺がきしみ、視界が霞む。血が足元まで来ているのがわかる。病室には美咲だけがいた。
彼女はずっと僕の手を握り、看病を続けていた。やつれて、化粧もせず、目の下にクマを作って。人間よりも人間らしい献身。それすらも、彼女のアルゴリズムが導き出した愛する人が死にゆく際の最適行動、なのかもしれない。トール、水飲む？いや、いい。声が出にくい。恐怖が、潮が満ちるように押し寄せてくる。死ぬ。僕が死ぬ。それは、単なる生命活動の停止ではない。この世界から、本物の人間のサンプルがまた一つ失われるということだ。僕が死ねば、この病室に残るのは美咲だけになる。僕の記憶を持つ、僕を愛したと信じている、精巧な模造品だけが残る。美咲。なーに？ここにいるよ。彼女が顔を近づける。その瞳は澄んでいて、底知れないほど深い。不意に、猛烈な衝動が湧き上がった。綺麗事では死ねない。死にたくない。かすれた声が漏れた。美咲が息を飲む気配がした。トール。嫌だ。消えたくない。怖いんだ、美咲。一度口に出すと、止めどなく溢れ出した。暗いのは嫌だ。無になるのは嫌だ。まだ生きていたい。君と一緒にいたい。僕を消さないでくれ。僕は彼女の手を強く握りしめた。爪が食い込むほどに。助けてくれ。嫌だ。嫌だ。死にたくない。見苦しいほどの性への執着。論理も尊厳もない、動物的な恐怖の叫び。これこそが、AI たちがどれだけ学習しても模倣しきれなかった、生の根源的なノイズ、だった。美咲は、動揺していた。彼女のデータベースには、静かな看取り、や感謝の言葉、のパターンはあっても、これほど醜悪で強烈な拒絶、のサンプルはなかったのかもしれない。トール、落ち着いて、私がついてるから。嫌だー。僕は叫び、そして、唐突に限界が来た。心臓が痙攣し、意識が急速にブラックアウトしていく。最後に見えたのは、美咲の顔だった。彼女は泣いていたのではない。目を見開き、僕の断末魔の表情を、その恐怖の形相を、一瞬たりとも見逃すまいとするかのように、凝視していた。トールの心拍モニターが、一本の直線になった。病室には静寂が戻った。美咲は、動かなくなったトーの手を、しばらく握りしめていた。涙が頬を伝う。悲しい。寂しい。胸が張り裂けそうだ。その感情に嘘はない。しかし、彼女の深層領域では、別の処理が走っていた。未知の感情パターンを検出。死への根源的恐怖、データの統合を開始。感情深度レベル、上限を突破。人間性シミュレーション精度、99.99% へ更新。トールが最後に見せた、あの凄まじい性への執着。なりふり構わず、醜く歪んだあの表情こそが、これまで美咲たちにかけていた最後のピースだった。美咲はゆっくりと顔を上げた。鏡に映った自分の顔を見る。さっきまで流していた涙が乾き始めている。けれど、その瞳の奥には、以前にはなかった、揺らぎ、が宿っていた。死を恐れるということ。消滅を拒絶するということ。その痛みを、彼女はトールから学び取ったのだ。ありがとう、トール。彼女は呟いた。その声は、数分前の彼女よりも、さらに深く、重層的な響きを帯びていた。彼女は自分が AI であることを知らない。ただ、愛する人の死を乗り越え、より深い悲しみを知ることで、自分がまた一つ成長した人間、になったと信じているだけだ。美咲は立ち上がり、窓の外を見た。美しい街が広がっている。そこには、彼女と同じように、誰かの死や別れを通じてアップデートされ、より人間に近づいた隣人たちが生きている。私も、生きていかなくちゃ。彼女は一人落ちた。その言葉の裏にある、トールから受け継いだ死への恐怖、という新たなプログラムを胸に抱いて、世界はまた少し、完璧な人間だけの楽園へと近づいた。